リーブスコーヒーのリーブスは直訳すると枯れ葉なんですけど、葉は枯れては散ってを繰り返して、それが養分となって木の幹を太くしていきます。僕の中でリーブスコーヒーはその枯れ葉のようなもので、成長と再生を意味しています。15の時にボクシングを始めて、17歳の時になんとなくプロテストを受けたら受かってしまって、で、そのまま高校生プロボクサーみたいな感じでデビューしました。気づいたらボクシングにどんどんのめり込んでいきまして、19歳の時にはロサンゼルスに遠征をしに行ったり、周囲からも未来の世界チャンピオン候補だなんて期待を遅く感じるようになりました。そんな時、試合で拳を粉砕骨折してしまって、手術しても再起できる保証はないと医者に言われ、そのまま引退しました。と同時に子供もできて、お金も必要になって、昼は建築業、夜は飲食業で、寝る間も惜しんで必死に働くみたいな生活を送るようになりました。かなり懐かしい映像で、もう二十何年ぶりに今これを見てるんですが、なかなか当時の感情が蘇ってきて、ちょっとドキドキしますね。飲食業界に長く身を置いて、いよいよ独立するぞっていうタイミングで、そのお祝いにコーヒーをもらったんです。焙煎の浅い、今でならわかるんですけど、エチオピアのナチュラルプロセスっていうタイプのコーヒー。飲んでみてすごい衝撃を受けました。甘くてフルーティーで、それこそコーヒーとは本当に思えないような。で、それをもっと知りたいと思って知っていくと、それを今度入れたい、抽出してみたい、もっと美味しいものをもっと美味しいものをと技術を高めていく延長で、自然な流れで、焙煎にたどり着きました。僕は多分普通の人が1年で行けるところを5年かけて行ってる人で、普通の人からしたら回り道かもしれないけど、世界を捨てたプロボクサー時代から全てのストーリーがつながっていて、
その先に大きな目標があって、ブランドのためにも僕個人のためにもコーヒーで焙煎で世界一を取りたい。その時に本当の自由になれるのかなと。今まで積んできた重荷がその時すっきりするのかなと思います。今回は、ワールドコーヒーイベントっていう、世界で1年に1回行われる、コーヒーの祭典ですね。そちらに、1週間。そこに日本代表のロースターとして、抽出と、あとは登壇をしに行きます。コーヒーの仕事で海外に行くっていうのは、本当に初めてです。めちゃくちゃワクワクしてます。コーヒーを一生やっていきたいので、じゃあそのためにはみたいな部分を考えるようになり、一生を捧げるサスティナブルなブランドを作るには、やっぱり自分のフィジカルやメンタルが健康じゃなきゃいけないよねっていう部分で、自分の生活環境だったり食べるものだったりっていうのを見直し始めました。次はじゃあコーヒーをやり続けるために、このコーヒーの世界のために何ができるのかなっていうことで、地球環境にフォーカスが当たるんですね。そこでパッケージだったりとかリユースボトルだったり、あとはコーヒーをずっと僕らが手に入れられるようにするために、生産地や生産者の方々に対して何ができるんだろうかなとか、なんか考える部分が変わってきたんですよね。僕にとって、もう人生そのものなんですよ。コーヒーに生かされているっていう思いがずっとあって、本当にコーヒーがなかったら僕は今こうして生きていけてないの。それはなんか全然カッコつけるわけでもなんでもなくて、本当に経済的にもそうだし、あとはメンタル的にもそうだし、コーヒーがなかったらおそらくもうこの世にはいないのかなって思います。だからコーヒーがサスティナブルに扱える環境になってほしいし、コーヒーがずっと飲まれていってほしい。コーヒーでユーザーさんやカスタマーさんの人生が本当に豊かになってほしい。リーブスコーヒーを僕がずっと続けていけば、僕がいなくなった後も100年200年続いていければ、そういう人たちが想像もできないぐらい増えていくのかなと思っています。そんな100年企業になるためにも、リーブスコーヒーというブランドや僕個人が次世代の目標になる必要があると思っています。だから僕は
世界一、世界チャンピオンにならなくちゃいけないと思ってます。